皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は約1年ぶりとなる乙女ゲームファン必見、海外女性向け最新乙女ゲーム特集ということで、新作5本を紹介しようと思います。かなりお待たせしてしまいましたが、やっと紹介できるタイトルが出てきました。ということで、チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。一つ目のタイトルは、晩夏孤高。リリース日は未定。ジャンルは都市型ファンタジーアドベンチャー。開発はバグベリースタジオ。プラットフォームは iOS、Android。世界観はアーバンファンタジー。物語の概要は人や獣人が暮らす世界で、主人公はアキアソウルアカデミーの校長代理として学園中核組織である魂体聴力管理協会の仲間たちと共に様々な危機を回避し、出来事を解決していくといった内容。アイドル志望や劇場再建に向けたゲームとはちょっと違い、主人公を男性、女性から選べることができ、さらにメインのゲームモードが単性バトルとなっており、フルオートで進行しつつ、スキルは手動で発動するタイプのお手軽バトルが用意されている仕様。これだけ見ると、日本の乙女ゲーとはテイストが違う感じではあるものの、乙女ゲーの売りとなるイケメン育成や箱庭要素なども実装されているようなので、推しキャラをしっかりとめでれる要素が充実していると推察します。キャラのモチーフが人であったり獣人であったり、なかなかとっつきにくい要素もあると思いますが、どれもイケメンで特徴的な要素がふんだんにあるので、めでがいがあると思います。女性からしたら獣人ってどうなんだろう、めでれるのかな。この PV を見て、ぜひこのタイプの乙女ゲーの所感を聞かせてもらえるとありがたいです。ちょっと話がそれましたが、このタイトル近々第2回目のベータテストがあるので、当選したら別途レビューしてみようと思います。続いてのタイトルは LAB。日本タイトル名はラビスプロジェクト。リリース日は未定。ジャンルはカード収集型。開発は C ムーンと LAB スタジオの協業開発。プラットフォームは iOS、Android。日本の豪華トップ絵師が参加しており、刀剣乱舞オンラインのキャラクター原案を手掛けたきなこさんや、フェイトグランドオーダーのキャラデザに参加している作者2さん、トイハチさんなど、さらに豪華声優陣が参加しており、わかる範囲だと、杉山紀明さんや石川海人さん、松岡紀明さんなどが出演しています。詳しくは今後公式 X で情報公開されると思いますので、気になる方はチェックしてみてください。本タイトルは Webtoon を採用し、ウェブ漫画のような形で物語を読み進めていくタイプとなっています。物語の概要は、主人公は特殊エージェントとなり、コードネームラリスの作戦に派遣され、記者に偽装し、ナード公国の首都ルテティアにある新聞社に潜入し、同僚エージェントが不可解な死を告げ、その真相を突き止めていくといった内容で、本作の面白い要素としては、出会う仲間たちが全て宿敵という設定で、利害が一致している関係で、偽りの親友であったり、騙し合いの関係であったり、時には敵で時には味方といった面白い設定となっていて、ストーリーが進むにつれて究極の選択に迫られるシーンがあったり、今までにあまり類のないサスペンス要素の強そうな乙女ゲーと感じます。また選択によってエンディングが異なるマルチエンディングを採用しているということで、やり直しが効くのか、それとも一度選択した内容は変えられず、見れるストーリーがユーザーごと異なるのか、すごく気になる要素が採用されております。また主な遊びの要素としては、敵とのカードバトル要素があり、手札を切ることで相手を攻撃することが可能。ただし相手カードのアクションポイント以上のカードを出すと、次のターンは敵の攻撃となるので、極力相手のアクションポイントより低いカードを切りつつ、連続してカードを切るのがポイントとなります。ものすごく複雑な要素ではないので、手軽くカードバトルを楽しめる内容となってます。プレイした方の話では、連続してカードが切れるようになってくると、単調であるバトルがかなり楽しくなってくるようです。爽快感や達成感を得られるらしいです。その他の要素としては、箱庭的な要素が実装されているのか、メデ要素はどういったものなのか不明ではありますが、11月9日より中国でベータテストが実施されているので、今後はプレイ映像などが数多く出てくると思います。そして今回のベータテスト、想定以上の参加者が殺到したため、事前ダウンロードサイトを閉鎖するという人気っぷり。今後日本でのベータテストも実装されると思うので、その際にはぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。続いてのタイトルはベースタの食卓。リリース日は未定。
ジャンルはキャンパスシェフ育成。開発は上海震災ネットワーク。プラットフォームは Android。世界観は世界の中心に位置する美食の都市にある世界一の料理学校ベスタ学園が舞台となっていて、物語の概要は幼い頃から自分のレストランを持つことを夢見ていた主人公は世界一の料理学校であるベスタ学園に入学し、世界各国から来た未来の名シェフたちと出会い、美食と理想の奮闘を描きつつ、学園に灯されている永遠の炎が突然消えた事件の真相を探るといった内容。コンセプトやストーリーは割と馴染みのある内容で、想像つきやすい内容となってます。ある意味受け入れやすいですよね。キャラのカードにはストーリーが付属していて、レベルアップ後の覚醒でストーリーのロックが解除し、絆を深めたり衣装の変更ができたりするようです。紹介画像を見る限り、料理バトルやレストラン経営といったミニゲームがあったり、レストラン経営では一緒に働くメンバーと絆を深め、特別な物語を解除できたりと、よくある乙女ゲーの要素はしっかりと踏襲されている内容となってます。今回紹介している最初の2作品に比べるとかなりわかりやすく馴染みのあるタイプですかね。個人的にはアンスタと A3 をやっていた世代で、最近の乙女ゲーム事情あまり詳しくないので、このゲームはかなりスッと入ってきますね。ザ・乙女ゲーって感じでいいですね。11月7日にベータテストを予定していたのですが、技術的な理由により延期となってしまい、問題が解消するまではベータテストは実施しないということです。ぜひ日本展開も期待したいところ。続いてのタイトルは金の境を紹介しようと思ったのですが、2回にわたるベータテストの結果、残念なことに期待に添える内容を提供できないと判断し、開発中断という結果となってしまいました。開発再開を期待しつつ気を取り直して別のタイトルを紹介しようと思います。続いてのタイトルはシャイニング U。 リリース日は2023年10月8日。ジャンルはエンターテインメント名声構築アドベンチャー。開発はスターウェイスタジオ。プラットフォームは iOS、Android。本タイトルの世界観は AI の影響を受けたエンターテインメント業界が舞台で、オーディションではすべからず AI が介入し、楽曲も AI が提供したものを使うといったAI 至上主義となっていて、物語の概要はオーディションで AI 選考で落選した主人公は厳しい練習を経て見事デビューし、不利な状況を覆しトップスターとなるために芸能界で切磋琢磨していくといった内容で、実際にプレイしたところ、本タイトルはスタート直後に芸能活動をどのように進めるのか大枠を決めることができ、いくつかのパターンを組み合わせてゲームをスタートするといった流れ。1、ミュージシャンまたは役者として活躍するか。2、どんな活動を送りたいか。華やかな活動、波乱万丈な活動。3、活動を行う上で自分自身をさらけ出すか、あるいは嘘の仮面をつけて活動するか。4、男性か女性かといった感じ。ちょっとこういうの新しいですよね。自分の知識不足かもしれないんですけど、乙女ゲーで男性主人公を選べるってなかなかない気がします。で、実際役者、華やかな活動、さらけ出す女性といった感じで序盤をちょっとプレイしたところ、物語の大枠は最初の選択肢問わず主人公を芸能界で成り上がらせていくといった内容で、主人公自身をプロデュースしていくといった感じ。レッスンをしたり、おしゃれな衣装を着こなしたり、そうすることでちょっとずつ活躍の場が広がり、細かいことをこなすことでストーリーが解放され、先に進めるようになってます。箱庭的なめでる要素は特になく、どちらかというと着せ替え要素が強く、主人公をいじくり倒しているので、それがめでる要素になっていて、知らずと愛着が湧いてきたりします。ちょっと残念なのは、遊びのコアな要素がなんか RPG 風のバトルで、アンスタみたいな音ゲーか夢100みたいなパズル要素だったら良かったかなといった感じ。とはいえストーリーや着せ替えといった要素は結構楽しめて、さらにラブストーリー的な要素はメインストーリーというよりかイベントで楽しむといった感じです。ただちょっと言語の壁とイベントステージがかなり長いので、全貌をしっかりと見たわけではないので、あくまでも推測となります。日本展開は現時点では不明ですが、日本のリリースが決まったら遊んでみてはいかがでしょうか。続いてのタイトルはプロジェクト C。 リリース日は未定、ジャンルは RPG、 開発はビリビリゲームズ、プラットフォームは iOS、Android。
本タイトルはまだ情報がほとんど出ておらず、具体的な遊びの要素やエンドコンテンツ、売りとなるメデ要素については全くわからず、現時点でわかる範囲は物語のコンセプトのみとなり、内容としては科学技術の進歩で生活はよりスマートになったが、人と人との関係は阻害されていて、時を経て失われた古美術品に秘められたぬくもりと、感触に耳を澄ませて古美術修復師のあなたが偶然出会った個性の異なる6人の男性とそれぞれの魅力的な物語を描きながら、このような時代に本当に直さなければならないものは何なのかという問いへの答えを繰り返し探求していくというコンセプト。現状ではこの程度しか分からず、具体的な要素は全く不明ではありますが、情報公開されてからもうすぐ2年が経とうとしているので、問題がなければそろそろベータテストが実施されてもおかしくないかなといった印象。またビリビリゲームスが開発しているということもあり、日本展開も視野に入っている可能性はあります。今後の展開を期待しつつお伝えできる情報があれば改めてお伝えしようと思います。はい、今回は久しぶりの乙女ゲーム特集ということでお送りしてまいりましたが、いかがでしょうか。今後日本展開されるものもあれば未定なものもありますが、どれも楽しめる内容のタイトルと感じます。ということで次回いつになるか分かりませんが、改めて乙女ゲー特集組んでみたいと思いますので、チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。